かいな。なんかこの金属だし、すごい重厚感があって、なんかすごいしっかりしたツールボックスみたいな感じな外観だな。すごいよ。まあでも持てなくはない、全然一人で。まあでもこれで中パンパンになったら結構重いかもな。すごい。ここもこんな感じ。バネがすげえ。でこうか。おお。一周してみよう。よいしょ。ここが操作系だね。で前面で、こっちがちょっと重いからこっちにコンプレッサーがついてるんだ。こんな感じ。すごいしっかりした冷蔵庫。いや、すごいぞこれは。なんだ。さあ、今日はボージ RV からめちゃくちゃ大きな車載冷蔵庫をご提供いただいたんでご紹介したいと思います。結構大きいし、結構ずっしり重いんで、もう頻繁に持ち歩くっていうのは難しそうだけど、でもかなりこれが金属でできてて強いし、上耐荷重300キロあるんで上に乗れるし座れるっていうので結構使い勝手はいいですね。これを椅子代わりにも使えるし、もう結構高さもあるからテーブル代わりにも使えるし、で容量が39リッターあるんで結構大きい冷蔵庫なんで良さそうです。まずはちょっと外観とか付属品を見ていきましょう。横にコントロール部分がありますね。電源とか設定プラスマイナスで LR っていうのがあって、これをちょっと後で見てみます。で多分そこの右側にコンプレッサーが入ってて、そこが排熱部分ですね。ここから熱い空気が出てくると思います。で、この中がこういう結構しっかりしたラッチで開けるようになってます。で、開けるとこんな感じか。この入れ物というかこれすごい便利です。とこれもこういうのがついてます。でこれどけて、でここに仕切りがあるんで、これをどけたら大きいボックスにもなるような仕様です。でこれなんでこんなついてるかっていうと、これ冷蔵庫と冷凍庫2つの機能を持ってて、片方冷蔵片方冷凍っていうような使い方ができるんで、こういう仕切りがついてます。でこの網網のラックで、これ何かっていうと、これがあると冷やすもの入れた時にちょっと隙間ができるんで、全体がちゃんと冷えるようにしてくれる。でこれがないとこう壁にペタってひっついちゃったりするんで、これがあると結構便利です。特にこういうポータブル冷蔵庫だとこの一部分がすごい冷えてそこが凍っちゃったりするんで、こういうのがあるとすごい便利です。あとね、ここにドレーンがついてるんで、なんか水が溜まっちゃったりした時にすぐ抜けるんで便利ですけど、もう一個すごいところがあって、この蓋がどちらからも開けれるっていう、こう車とかに据え付けたら外からこう入れれるように設置してて、中から取るとき大変とか、中がパンパンなときに持ち上げてこうぐるっと回すのめちゃくちゃ大変なんで、その時はこの蓋を、結構力はいるけど、これでこんな感じで蓋が取れるんで、こっち側に刺してあげると簡単です。慣れれば簡単です。こうしてこれだけです。でこっち開きで、反対にしたいときはこうして、で片方をこうはめて、あとはもうこれだけです。カチンと入るんで、結構入れちゃえばこの90度に立てなければ取れないんでいい感じです。これ多分実際使ったら
相当助かるかなと思います。付属品はこの中に入ってて、こういう感じですね。AC アダプター。インプットが100から 240V、アウトプットが 14.5V の 6A なんで、MAX87W ですね。で、PSE 認証も取ってます。で、それで、AC アダプターの反対側っていうのかな。AC アダプターの反対側、ここにこの口があって、ここ挿してコンセントで使うと。これがまず一つと、それからこれですね。シガーソケット。車の 12V から取るとか、ポータブル電源の 12V から取る場合は、この線を使います。これ結構長そう。線何メーターだろうこれ。車載の線が 3.5 メーターあるんで、だいぶ助かりますね。車の前の運転席のシガーのところからも取れるし、遠くにポータブルバッテリー置いといても 3.5 メーターあれば十分届くかなと。いいですね。こんなんしても全然大丈夫。しかもちょうどいいね。これ座っててちょうどいい感じなんで、ちょっとここで、蓋が取り外せますよと今やりましたね。で、付属品がさっき紹介した2つと説明書です。で、この横にこの部分ですね。ここがこう開くようになってて、でここに専用のバッテリーも取り付けれるみたいです。でこれをつけたらもうポータブル電源とかコンセントをつながなくてもこれ単体で動かすこともできると。結構便利かもしれないですね。でここにつけれるのが 173Wh の内蔵バッテリーをつけれると。これロッキー40っていう風に製品名は書いてあるんですけど、モデルは CR の04001で39リッター、容量ですね。39リッターです。電圧が DC の 12V と 24V で AC100 から 240V で使います。さっきのアダプターにもそう書いてました。でサイズですね。サイズが横幅 712mm でこっちの奥行きが 450mm で高さが 401mm。 そういうことか。高さが 400mm 401mm なんでちょうど椅子に最適な高さですね。で本体重量が 18.4kg。 結構重いです。結構ずっしりするけど、男の人なら持てる。ただ中に39リッターの容量があるんで、水2リッターの水5本入れたら 10kg になるんで、そしたらトータルで約 30kg で結構重いんで、中パンパンだと持ち運ぶのはかなり大変かなと。そんな感じですね。温度設定範囲がマイナス20度から20度まで。で冷媒ガス、使ってるコンプレッサーの中の冷媒のガスが R134A です。やっぱり見た目がかなりもうごつくて金属でできてて、作りもしっかりしてて、耐荷重 300kg っていうところから、もう軽トラの後ろに入れとくとか、ピックアップトラックの後ろに入れとくとか、ヘビーデューティーな使い方ですね。もうそういう使い方にはもうもってこいかなと思います。質感もかなりごつくてかっこいいんで、キャンプとかでも置いといても結構絵になるなっていう感じがします。いや、いいです。これかなりここに LED がついてたりで、あとはどっちだったかな、よいしょ。ここに栓抜きがついてたりするんで、こう瓶ビールとかここでプシュッと開けたりもできるような作りになってます。早速電源入れて使っていきたいと思うんですけど、このポータブル冷蔵庫の最大の特徴が、冷蔵機能と冷凍機能それぞれ持ってて、冷蔵庫と冷凍庫を併用したり、冷凍庫だけで使ったり、冷蔵庫だけで使ったりっていう使い方ができます。でこっちの手前側ですね、このパネル側を冷凍で奥側を冷蔵、もしくは両方とも冷凍、もしくは両方とも冷蔵、そういうような3通りの使い方ができます。ただ冷凍を右側で冷蔵を左側っていう使い方はできないみたいなんで、そこだけは注意が必要です。でさっきちょっと動かしてみたんですけど、何がすごいってラックみたいなのをどけて、どけておいて、この仕切りをつけた状態だと両方のそれぞれの温度を設定できるんですけど、これを取ったらパネルが自動的に一つになって
全体の調整ができるようになると。結構優秀です。多分この中に磁石が入ってて、これを入れるとセンサーが反応して両方設定できるようになるのかなと。そういう機能がついてます。じゃあちょっと早速電源を入れて動かしてみます。今回は専用の内蔵バッテリーは使わずに、同じボージャーRVのこのジュース号で動かしてみようと思います。このジュース号も結構コンパクトで、何ワットだったかなこれ。240ワットアワーで、この大きさで、しかも AC 電源が取れると。結構重宝してます。で、これで、この冷蔵庫を動かしてみようと思います。AC 電源がついてるんで、今回も AC でも動かすことはできるんですけど、AC で動かすとインバーターで変換して動かすんで、どうしても効率が落ちちゃうんで、12V のシガーソケットから取るようなやり方でいきます。ここに挿すと。で、これですね。これをここに挿します。今もうこれちょっとずっと使ってるんで 58% になってます。電源オン。はい。今、ライトが19度、レフトが20度。で、13.1V。ああ、よくわかります。で、蓋を開けて、このライトがどっちかなってわかんなくなったら、ここに書いてます。ライト、レフト。それぞれ書いてあるんで、大丈夫です。ここを押すと設定が今両方ともマイナス15度になってるんですけど、プラスマイナスでこう設定できます。で、これでプラス押すと温度が上がっていく、レフトの温度が上がっていくと。で、今これレフトの調整をしてんのかな。レフトの温度を動かしてるんで、で、レフトっていうのが冷蔵側なんで、例えばレフトは0度と。で、ライトを調整するときはマイナスをして、ここの設定ボタン。それしてやると、ここで、こっちは例えば、マイナス20度までできます。これで今、レフトとライトそれぞれ温度が出てて、で、設定が今何度でしたかなって見たいときは、このプラスを押すと、これがレフトの設定で、マイナスをして、これを押してやると、こっちのライト、冷凍側の設定が見れると。そういう感じですね。で、これを取ると、こう、今、全体の温度設定になって、これで0度、全体0度でやりますよと。1箇所しか調整ができなくなります。で、この温度は多分レフト側の温度で拾ってそうですね、全体の温度は。そういうことだね。で、これ全部取ったら、例えば一番下げたかったら、マイナス20度までできると。そういう感じです。こことか、こっち側にも LED ライトがあるんで、暗いところでもライト持ってかなくても使えると。こういうところの配慮が素晴らしいですね。さっきの線抜きもそうだけど、いちいちなんか線抜き持ってったりライト持ってったりしなくてもすぐに使えると。冷蔵庫って結構中暗いと使いづらいことが多いんで、いや、いいなと思います。で、この設定ボタンを押してあげると、MAX とかエコとかここが変わるんですけど、こういう感じで。今ちょっと MAX で一番強いモードでマイナス20度でやってみようと思います。で、今の、消費電力が、ここに出てるのが 42W ですね。で、MAX だと 60W ぐらいまでいくみたいなんですけど、今 40W ぐらい。ちょっとストップウォッチで温度がどんくらいで下がるかも見てみようと思います。あ、すごい。今ちょっとコンプレッサーと音がボンって強くなったような感じがしたんですけど、見たら 60W ぐらい出てます。58から62、3を行ったり来たりしてますね。時間まだ今1分半ですけど、さっき20度あったんですけど、もう今14度まで下がってきました。で、ちょっと今の外気温が何度ぐらいかちょっと測っておきます。これフリアの温度計、結構正確です。これは外気温だいたい20、今6分7分ぐらいで
15度まで15度下がりました。で今コンプレッサーがマックスで 60W ぐらいで動いてるんですけど、これ今マックスで動いてて、でマックスモードで動かしてるんだけど、いやそれでもこのコンプレッサーの音そんなに気にならないですね。車中泊とか車の中に置いててもそこまで気にならないかなっていう、そんな感じです。生ぬるい風は出てるんで、ここら辺のこっちが吸気か、この向かって右側が吸気で、この左側が排気だと思います。こっちから結構熱い空気出てるんで、これをどうやって車の中とかで使うときは外に出してやるか考えた方が、冷蔵庫自体の能力も上がるし、排気をちゃんとやってあげるとだし、車の中の温度もここをうまいこと外に逃がしてあげたら温度が上がりづらくなるんで、そこら辺は考えた方がいいかもしれないです。説明書の中でこれ大事だなっていうのが、バッテリーの過放電防止機能っていうのがついてて、例えば車のシガーから取るときとか、エンジンかけてるときはそんな気にしないでいいと思うんですけど、エンジン切って車で止めてるときにバッテリーから取りたいとか、その場合シガーだったらエンジン切ったらシガーからも流れないんで電源は取れないんですけど、バッテリーから直接引っ張ってきたり、サブバッテリーとかそういうのから電源取るときに、これをずっと忘れて動かし続けちゃってバッテリーの容量がなくなっちゃったとか、過放電しちゃったらバッテリーがだいぶ傷むんで保護機能がついてます。モードは3種類あって、ハイ、ミドル、ローっていうモードがあって、ハイの時は 12V の車の場合は電源がオフになる電圧が 11.1V で、ミドルだと 10.1V で、ローだと 9V で、さすがに 9V まで放電しちゃうとかなりきついんで、ミドルかハイで設定しといた方がいいのかなと思います。でこのそれぞれ電源オフになる電圧が 11.1、10.1、9V と、でそれがまた充電がソーラーパネルとか車のエンジンかけて充電されて再稼働する電圧が 12.4V、11.4V、ローだと 10.9V と、でそういう設定で3種類から選べるんで、これね心配なんでミドル、ハイかミドルにしといた方がいいのかなと思います。でここにも表示されてますね。今このボージのジュース号のバッテリーが何ボルトかなっていうのはここに出てます。0度になりました。0度になるまでに12分半かかってます。ちょっと排気の温度とかが気になるんで測ってみようと思います。排気の熱がこう下に出てきてるんですけど、下の温度測ると36度ぐらい、36、7度、36、7度までなってますね。で吸気の方は全然だと思います。ほら低い、全部外気温ぐらい、24度ぐらいですね、全部。マイナス17度まで来ました。47分、ついにマイナス19度。やっぱ1時間ぐらいかかるんだね。マイナス20度になりました。やっぱりマイナス20度になったらここの出力も0、2ワットになった。なんでコンプレッサーが止まってマイナス20度でキープすると。で多分この冷蔵庫自体すごい断熱が高いんで、相当温度はキープされそうな感じですね。今外気温と比較したけど全然冷たくなってないんで、マイナス20度まで下げるのに58分ですね。で約1時間ぐらいで 59% から 35% なんで 24% ぐらい使ってるのかな。それでいくと 60Wh 弱ぐらい電気は消費したと、1時間で。そんなもんですよね。マックス 60W 出るんで。でこっからは多分ずっとキープされるんで出力は出ないんで、こっからはだいぶ電源も長持ちするかなと思います。ちょっと中開けてみますね。わ、すごいね。こっちマイナス20度とかなってますね。すげえな。こんな差があるんだ。ここ全部マイナス20度です。ちゃんとマイナス20度。でここの上は温度がそんな下がんないんですね。そういうことか。で開けてたら温度が上がってったんで、今またコンプレッサーが動き出してます。容量が39リッターっていうことなんですけど、実際どれぐらい入るかちょっとやってみます。ちょっと家にいいペットボトルがなくても空のとかになっちゃうんですけど、これ2リッターですね。2リッターのが縦には入らないんで、こう倒して入れるような感じです。ポン。
なんかホームページ Amazon のサイトだと6本って書いてあるんですけど、なんかもっと入りそうですね。3本。あ、今の 1.5 かな。4も入るのかな。入りますね。これで先こっちの四角い方が入りやすいですね。これで2、4、5本で、このちょっとコカ・コーラのこれは 1.5、 こっちが2リッターかなとか、これもでしょ。あれまだなんかだいぶ入りそうです。これで2、4、6、今8本入ってます。でこんな感じ。まだスペースあるんで、結構入りそうですねこれで。この仕切り取ったり、このラックを外したらもうちょっと入ったりしそうですね。39リッター入るんで、イメージとしてはビジネスホテルとかで冷蔵庫ついてることあると思うんですけど、それぐらいのサイズだと思ったら分かりやすいかなと思います。冷凍機能が大きく使えるんでだいぶいいですね。でマイナス20度まで下がったんで、アイスクリーム系、ソフトクリーム系のアイスクリームですね、そういうのにも使えるんでいいかなと思います。であと牛乳系はもちろん立てて入れれるんでいい感じです。こっちだったらいいね。こう牛乳こっちに入れたら何本か入れたら倒れないし、結構牛乳が入る高さの冷蔵庫って少ないと思うんでいいと思います。今が6時ぐらい、夕方の6時ぐらいなんですけど、ずっと使ったらどれぐらいの消費電力になるかっていうのを1日試してみます。最後にもう一個試したいことがあって、今6時ぐらいなんですけど、水を中にパンパンに入れたんで、この状態で1日外に置いといてどれぐらい電気を使うのかなっていうのをちょっと1日置いときたいと思います。これは AC でちょっとやって、このエルパの電力計使ってやります。よし、では電源オンで設定をどうしようかな。冷凍をマイナス10度で、冷蔵を0度でいいですね。これでいきましょう。設定 OK です。でエコモードでいきます。今エコモードで動かしてるんでマックス 45W までですね。出力は今 39W ぐらいです。さあ朝になりました。さあ今は9時半ぐらいなんで、昨日の夕方6時からだから15時間ぐらいか。で今、15時間って消費電力が意外と少ないね。 340W アワー。右側がマイナス9度、左側が2度。マイナス10度と0度に設定してるんでこれぐらいですね。ここは凍ってます。こっちは凍ったね。でもこっちが凍ってないんだ。やっぱりこの上はあんまり凍らないっぽいんで、本当に凍らせたいものはこの下に入れた方がいいんだね。でこっちは今2度と。すごいね。ちゃんとそんなコントロールするんだ。マイナス11度の1度。さあ24時間以上動かしました。今が夜の9時なんで、昨日6時からだから27時間ぐらいか。27時間動かして550Whぐらいですね、消費電力が。今朝が10度ぐらいまで温度が下がってたのと、お昼も22度ぐらい、結構今日は涼しかったんで、そんなにコンプレッサーも動かなかったのかなと、そんな感じですね。中どんなんだろう、ちょっと見てみます。中はというとこんな感じ。こっちはやっぱり凍ってない。この左側も今温度マイナス10度で設定してるんで、これはカチカチ。この下はこれもほぼほぼ凍ってます。でこっちのお水は凍ってない。そんな感じですね。いいね。しっかり冷蔵冷凍もコントロールできてます。